皆さん、こんにちは。CVE デイリーのお時間です。私、東北キリタンです。こんにちは。東北ずんこだよ。キリタン、今日もよろしくね。はい、ズンレイ様。本日は2026年5月28日に公開されたワードプレスプラグインの認証バイパスや IBM 製品の脆弱性など合計4件の重要な CVE について解説します。本日取り上げる脆弱性はいずれも深刻度が高いものが中心です。特にウェブサイトの運営者様や特定の開発ツールをご利用の方には注意が必要です。深刻度が高いってことは普通の人にも関係あるってことなのかな？はい、特にウェブサイトの管理者権限が奪われたりシステムが遠隔から操作されたりする可能性があるクリティカルな脆弱性が複数確認されています。それは大変だね。詳しく教えてもらえると助かるよ。1つ目は CVE2026-8760 はワードプレスのロギン with OTP プラグインに関する認証バイパスの脆弱性です。この脆弱性はバージョン 1.6 を含むそれ以前の全てのバージョンに影響があります。認証がバイパスされるとユーザーにどんな影響があるんだい？未認証の攻撃者が OTP を総当たりで推測し有効なセッションを取得する可能性があります。これにより管理者を含む任意のユーザーアカウントでログインされサイト全体が危険にさらされることになります。それはとても危険だね。どうすればいいのかな？ロギン with OTP プラグインをご利用の場合速やかに最新バージョンへアップデートしてください。 NVD ではこの脆弱性は CVE2024-11178 の不完全な修正が原因とされています。2つ目は IBM 製品に関する脆弱性を2件を紹介します。まず CVE2026-7524 は IBM ラングフロー 5SS のバージョン 1.0 から 1.9.1 に影響があります。アーカイブ展開時のシンボリックリンク検証に不備がありリモートコード実行につながる可能性があります。リモートコード実行って遠くからシステムを操作されちゃうってことだよね。はい、その通りです。攻撃者がネットワーク経由で不正なコードを実行しシステムを意のままに操る危険性があります。続いて CVE2026-8175 は IBM アスペラハイスピードトランスファーエンドポイントとサーバーの複数のバージョンに影響するバッファーオーバーフローの脆弱性です。こちらも深刻な脆弱性なのかな？はい、CVSS スコアは 9.8 と非常に高くサービス拒否だけでなく認証バイパスやリモートコード実行につながる可能性も指摘されています。どちらもとても危険だね。対策はやっぱりアップデートが重要だよね。はい、IBM 製品をご利用の皆様はベンダーから提供される修正パッチを速やかに適用し最新の状態に保つことが重要です。3つ目は CVE2026-48027 は開発ツール NX コンソールに関する注意喚起です。2026年5月19日に NX コンソールのバージョン 18.950 に悪意のあるコードが含まれたものがビジュアルスタジオマーケットプレイスなどで一時的に公開されました。一時的でもインストールしてしまったら影響は大きいよね。はい、この悪意のあるバージョンをインストールした場合システムが危険にさらされる可能性があります。幸い悪意のあるバージョンはすぐに削除されています。今からでも自分が使っているバージョンを確認した方がいいのかな？はい、もしバージョン 18.950 をインストールしてしまった場合はバージョン 18.100 以降の安全なバージョンへアップグレードしてください。本日は取り上げきれませんでしたが他にも16件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日はワードプレスプラグインの認証バイパス IBM ラングフロー 5SS のリモートコード実行 IBM アスペラハイスピードトランスファーのバッファーオーバーフローそして NX コンソールの悪意のあるバージョンについて解説しました。どれもすぐに確認して対策しないと大変なことになりそうな脆弱性だったね。はい、特にクリティカルな脆弱性は迅速な情報収集と対策が不可欠です。ご利用のシステムやソフトウェアのバージョンを常に最新に保つことを強く推奨いたします。そして
公式ベンダーから提供されるセキュリティ情報を定期的に確認し、修正パッチが公開された際には速やかに適用してください。